どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前 AI 水槽に生態を入れたいという動画を出したんですが、そちらは見ていただけたでしょうか？結構いろんな方が AI 水槽に注目しているようで、多くの方に再生していただき、とても嬉しい限りです。まだ見ていないという方は、ぜひそちらの動画も見てやってください。ちなみに生態導入する前に AI 水槽に露材を入れ1ヶ月間空回ししていました。今回は今までサテライト L で育成していたアピストグラマの稚魚たちを入れたわけですが、そのアピストの数はなんと60匹。アピストグラマアガシジブルーフレームという品種のアピストなんですが、一番欲しかったアピストでこれだけ稚魚を育成できたのは素直に嬉しいですね。ただ、それだけの数になると AI 水槽でも過密であるため、一応おまじない程度にサブストラットプロを水槽内に入れてます。どうなるかは未知数ですけど。継承はしかずベアタンク飼育なので、これで全滅とかなったらシャレになりません。AI 水槽はそこまで大きくなく40センチないくらいなので、何か工夫をしないと育成できなそうですよね。ちなみにアピストのそれまでの成長記録が気になる方や AI 水槽の詳細なスペックが知りたい方は、概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。というわけで今回はその超高性能 AI 水槽にアピスト稚魚を過密飼育するとどうなるのか、検証した内容を1から10までお伝えしていきます。それでは早速やっていくんですが、その前に少しだけ AI 水槽についておさらいしておきます。AI 水槽はアプリで流量や照明の管理ができ、タイマーで好きな時に勝手に給餌もできる優れものです。正直 AI かどうかは疑問なところですが、メーカー側が AI と謳っているので、自分もそれにのっとって紹介しています。ただ、そんな目玉であるアプリによる水槽の一括管理よりも、自分がすごく気になっているのがろ過能力です。基本的にこういった一体型水槽ってろ過能力に不安が残りますよね。小スペースでスッキリさせたいという思いからろ過槽容量が少なく、どうしてもがっつりアクアリウムを楽しみたいというユーザーよりもライト層に向けて作られた製品が多いイメージです。しかしこの AI 水槽は全く違い、アクアリウムガチ勢もご満悦なろ過機能が備わっています。一つは水耕栽培スペースがあるところです。水槽内ポンプで汲み上げた水を水上の植物に送り込むことでアクアポニックスを実現させています。水上の植物の水質浄化作用は皆さんご存知の通り、水中の水草の比ではありません。浮草などがレッドビーなどの水質に敏感な水槽に使用されるのは、その圧倒的な水質浄化作用を見込まれてのことです。基本的に水上に刃が出ていて、水中内に使った根で養分を吸い上げるタイプは、総じて水を強力にきれいにしてくれるイメージがあります。まあ、種類によって浄化作用に違いはあるでしょうけど、基本的にどれもろ過能力は高いと思ってもらって構わないと思います。ただ、このアクアポニックスだけだと、いくらろ過能力が高いと言っても、物理ろ過などは担えないし微妙ですよね。しかし、この AI 水槽は、先ほどのポンプで汲み上げた水を水耕栽培ゾーンに送った後、なんと上部フィルターゾーンを経由して水槽内に送ってくれるんです。このコンパクトな見た目に反して機能はモリモリなわけですね。その他にも溶存酸素量を増加させるためのエアレーション機能なども備わっていて、攻守ともに抜かりないです。AI 水槽の AI 要素が薄いのは正直どうでもいいレベルで、自分はこの作り込みの凄さが気に入っています。
詳しいスペックは過去動画で語っているので割愛しますが、とりあえずろ過能力がすごくて、流量も調整できて、ライトの点灯や給仕も自動でやってくれるすごいやつってことですね。買うと結構なお値段がするアピストの稚魚なので、任せるにはしっかりした水槽じゃないといけません。今回のろ過槽の構成は、アクアポニックス部分はスペースの関係上植物が植栽できないため、サブストラットプロを詰めておき、上部フィルター部分には付属のスポンジフィルターとキャビティを敷き詰めてます。ろ過槽容量は正直大したことはないですが、果たしてどうなるでしょうか。というわけで AI 水槽に入れて3日目の状態です。ブラインシュリンプ給仕の映像ですね。サテライト内に入れていた時よりも体側の黒のラインもはっきりしており、心なしか体もこの数日で大きくなった気がします。やはり狭いサテライト内だと成長速度が鈍るのかもしれません。ちなみにブラインシュリンプの給仕は1日1回結構な量をあげてます。他の小型カラシン100匹に与える分くらいはあげているので、水が汚れるのは早そうです。アピストの稚魚の中で数匹黒いやつがいるんですけど、成魚になったらどんな風になるのかワクワクします。続いて8日後の状態です。アピストたちもこの環境に慣れてだいぶ活発に動くようになってくれました。ちなみにポンプの水流が強すぎたので、この頃から突出口にウールマットを詰めて水流を弱めてます。正直どうなるか心配だったんですが、特にウールマットはろ過能力に影響しないようです。ちなみに今のところ全く苔が生える気配はありません。水量的にはキャパオーバーですが、しっかりとろ過してくれているようです。そして結構将来有望なアピストがこちら。うっすらと背びれが青色になってきてます。やはりブルーグラスグッピーなどもそうですが、100% 同じ形質を持った個体が生まれてくるわけではない種類は育成していて面白いですね。他の個体も体色がはっきりしてきています。マジでこの時が一番見てて楽しいかもしれません。続いて日にちが空いて24日後の状態がこちら。だいぶアピストたちも大きくなってきました。ここまで来るとどの個体が赤っぽくなってどの個体が青っぽくなるのかが分かってきます。ちなみにこの時くらいから同じ親から生まれた次の稚魚も合流させてます。いつものように何もしないとすぐに殖卵してしまっていたので、途中から人工孵化に切り替えました。なので数は5匹程度だったと思います。見てもらったらわかる通り、いろんな柄の個体が入り混じっています。ヒレが赤や青っぽい個体、体側のラインが全く出てない個体、体の中心に黒い点がある個体など、本当に様々です。黒々している個体はまだまだ黒っぽく、どちらの色に転ぶかはわかりません。ちなみに個人的なイメージだと、体に黒い点がついている個体はメスが多い気がします。そして肝心の AI 水槽なんですが、見てもらったらわかる通り、まだ苔一つ生えていません。この大きさになってきて、ブラインシュリンプの給仕量を増やしたんですが、そんなことお構いなしにしっかりろ過してくれてます。1ヶ月経過して小型カラシンよりちょっと大きいくらいまで成長したアピストを60匹以上、おまけに育成のためにブラインの給仕量を通常より多くしているのにこれです。申し訳程度に入れているオトシン1匹とヤマト1匹も仕事してくれてるんでしょうけど、それ以上にこの水槽のポテンシャルを感じます。ちなみに水替えはまだ一度もしておらず、水槽の掃除も一切しておりません。続いて38日後の映像がこちら。先ほどの映像から2週間が経ち、アピストたちも一回り大きくなってきました。
ここら辺からメスっぽいやつとオスっぽいやつの区別がだいぶつくようになってきました。ワンチャンここまで大きくなると繁殖もできそうですね。ただ数が多いので孵化までは持っていけそうにないです。それでもこれだけのアピストがいて平和に過ごしているのがすごいですね。正直縄張り意識の強いアピストはこれだけの数がいたら至る所で喧嘩が勃発して大変なことになるんじゃないかと思ってたんですが、給餌の際に若干の小競り合いをすること以外はとても平和です。やはり気性の荒い生態はペアでの飼育か過密にするかのどちらかがいい気がしますね。縄張りを主張できるくらいの中途半端な数だと確実にパワーバランスが形成されるので弱い個体は落ちちゃいそうです。そしてようやくこの時くらいに3分の1ほど水替えを行いました。水替え方法は以前の AI 水槽紹介動画で行った自動排水機能を使っています。これがまたとても便利で、低い場所に設置して、なおかつ上段の棚板でメンテスペースが限られているため重宝します。水槽内の汚れや苔も全くないので、掃除する必要がなく、水を変えるだけでいいのは楽ですね。というか、低床に糞が全く見当たらないのが驚き。多分、水槽内に入っているサブストの下にあるんでしょうけど。続いて45日後の映像がこちら。だいぶ色がはっきりしてきましたね。低床が白色だからそこまで濃い色にはなってませんが、ソイルや砂などで色味を調整すればもっとはっきりした色になりそうです。ちなみに黒色の個体はこんな感じ。若干まだらになってる気がしますね。そして明らかにブルーフレームになりそうな個体がちらほら。これでブルーフレームの形質を受け継いでいないオスからでも青色のブルーフレームが生まれることが証明できそうです。多分青くならないであろうヒレがオレンジっぽい個体も顔周りのラメがやっぱりかっこいいですね。こういう個体からもブルーフレームが生まれるならそれだけでも価値があります。そして相変わらず AI 水槽は絶好調です。ちなみにブラインシュリンプの給餌の際はポンプに座れないようにフィルターを止めてるんですが、その停止もボタンを押すだけで簡単に止められるから楽ですね。正直毎日やる作業なのでコンセントを抜いたり電源を落としたりせず、目当ての機能だけ簡単に停止できるのはでかいです。一体型だとそういった個別での起動や停止が難しく感じますが、この AI 水槽ならつけておいてほしいライトはそのまま、フィルターだけ止められるのは本当にありがたい。給餌する際にフィルターを止めることを想定していたかどうかはわかりませんが、随所で作り込みの良さが現れてます。現在生態導入して1ヶ月半経過していますが、一度も水槽内の掃除は行っていません。あまり水替えをしないアピスト水槽には最高の水槽なんじゃないですかね。続いて63日後の映像がこちら。この頃は毎日成長具合を見るのが楽しみでしょうがなかったですね。日に日に綺麗になっていくアピストたちを見ると、現実の辛いことが吹き飛んでいくレベルです。黒い感じの謎アピストも順調に成長しており、おそらく赤っぽい個体になることがだんだんと分かってきました。この頃には AI 水槽に入れた時の2倍量のブラインを毎日給餌しています。だいたい10分程度で食べきれる量に調整しているんですが、これだけ大きくなると数が変わらなくても給餌量が全然変わってきますね。しかし、その給餌量増加にも耐えられるのがこの AI 水槽です。若干壁面に苔が生え出した感じはありますが、見ての通りどこにあるか探さないといけないレベルで少ないです。この大きさの生態が60匹いるとは到底思えない綺麗さですね。最後に83日後の映像がこちら。さすがに苔が出てきましたね。ただ
見てもらったらわかる通り、水槽の大きさと釣り合わないデカさのアピストたちがひしめき合っている水槽とは思えません。普通にスポンジフィルターと外掛けフィルターを稼働させている30センチキューブ水槽よりも綺麗です。水量的にはおそらく30センチキューブの半分程度だと思いますが、やはりそれ以上にろ過能力が優れているのだと思います。というわけで、今回 AI 水槽で生態を育成した結果をお伝えします。アピストの稚魚60匹を成魚になるまでの2ヶ月半 AI 水槽で育成した結果、水替え1回、水槽掃除0回、生体死亡率 0% で育成することができました。正直ここまでとは思いませんでしたね。きっと大きくなるにつれて、ろ過能力のキャパ限界に達して、他の水槽に移さないといけないと思ってたんで、ここまでしっかりした大きさに AI 水槽内で育てられるとは素直に驚きです。何よりアピストが1匹も落ちなかったのが素晴らしい。結局水槽内に苔が生えず、見た目が綺麗に見えても、生態が落ちているようだとろ過サイクルが成立してないわけですから意味がないです。正直生態が落ちるか落ちないかが一番大事なところですよね。水槽内に入れていたサブストラット風呂もある程度補助的な役割をしてくれていたと思いますが、自分の経験上、ろ過フィルター内に入れてないろ材はあまり効果を発揮した試しがないので、やはりメインのろ過はこの AI 水槽が賄っていたと思います。ただ、アクアポニックスのスペースもサブストラットプロに置き換えているので、植物を植えていたらまた違う結果になってたかもしれませんね。まあ、どちらかといえば植物の方がろ過してくれそうなんで、今回よりももっといい結果が得られた気がします。上部フィルター部分のキャビティも大した量入ってませんが、やはり空気がしっかり触れている分、容量以上のろ過能力を発揮してくれたと思います。やはり上部フィルターはろ過能力すごいですね。というわけで、今回の検証で自分の中の AI 水槽の評価が爆上がりしました。ライトやフィルターが一体になってて、USB 電源一つでこれだけのクオリティは、正直国内品では自分の知る限りないですね。左の水中内ポンプが邪魔で、レイアウト水槽としては壊滅的に向いていませんが、今回のような生態メイン育成なら圧倒的な信頼感があります。水流も強く、ベアタンク飼育に向いているので、ポリドラスとかにも合ってそうです。生態が多い自分にはもってこいの水槽ということで、これからも重宝していくと思います。アクリル製で軽く、取り回しがいいのもポイント高いですね。あと、地味にフィルターやライト、給仕スペースが一体になった上部分のパーツが蓋の役割をしているため、生態の飛び出しは 100% 防げますし、水の蒸発もしづらいので、ズボラな自分には嬉しい。今までの AI 水槽動画のコメントでもあったように、この秀逸なポンプ、ライト、上部フィルターが一体になったパーツを既存の水槽にセットできるようなものを作れば売れそうですね。そんな感じで AI 水槽の凄さを改めて知りつつ、アピストの成長過程が見れて大変満足できる検証でした。今後の AI 水槽の行く末やアピストがどうなっていくのか気になる方は、ぜひチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。